その時は抵抗したんですね。自分の気持ちを隠しちゃってること自体に気づいていないっていうか、現実感の薄いファンタジー世界にはしたくないっていうのが、本当に実際使われてるデスク。そうです。はい。好きでも嫌いな天野尺監督、柴山監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半戦はまさに今回配信そして上映される、監督作品最新作、ちょっといろいろお話聞いていきたいなと思います。まずこの作品オリジナル作品ではある中で作ることになった、きっかけとかなんかそういうところをまずお聞きしたいなと思ってるんですけど。泣きたい私は猫をかぶるが、ネットフリックスさんで公開していただいて、すごく、世界中の多くの方に見ていただけたらしく、それで、次また、同じコンセプトでまた全然違う作品を作りませんかというオーダーをいただきまして、それで動き始めてます。まずそこがきっかけというか、はい。でこのテーマとかになっていったとか、どれぐらいで決まっていくものなんですか？大きな方向性とか、こうしようみたいなこととか、どこのタイミングで決められたみたいなとか、理由とか。ツイエンジの山本プロデューサーからですね、柴山さん企画打ち合わせするのでなんか書いてきてくださいみたいななんか書いてください、はい、A4 ペラ1みたいな、くらいで4つ企画書を書きまして、それでそのうちの1枚がもう鬼の少女の話だったんですけど、すんなりこれいいねってなって、いや今までそんなことなかったんですけどもうね、今それで聞くともう本当に天才監督みたいなねペラ1、4枚みたいな鬼の女の子の話ってどれぐらいのこの反映されてるというか、その時のものが残ってるものだったんですか？その山本さんからですけど、お面を使いたいという話が泣き猫つながりで、なるほどなるほど。それで鬼の面を描いてたんですね。鬼の面を柊がつけてしまって、それで、若返っていってしまう。でそうすると2人の関係がだんだん変わっていく旅のうちに。でもう紬が最後その幼児化した柊を抱えてっていう、それはそれで見たくなってきましたけど、はい展開を考えていて、それは僕が面白いと思っていたポイントなんですけど、早々に外されロードムービーでの展開を考える流れになってきました。そう、ロードムービーなんですよね。今回めちゃめちゃロードムービーです。なんか今回そのテーマではもちろんあるなと思うんですけど、どっちもの作品で、結構大きな通じる要素で変身というか、人間と人間じゃないものが交流したりとか、みんなにある変身願望みたいなものだったりとかで、自分を出せないみたいなところが共通することはたくさんあれど、大きな構成で旅をする、で少年少女が2人で旅をするみたいなところがもう相当物語の構成自体もそこに主軸を結構置いてるじゃないですか。そこって何がこう話し合いの中であったんですか？やっぱり山本プロデューサーが、鬼の少女が人間界に出てくる理由といったらお母さん探しだよねみたいなと言ったらなるほどなるほどなるほど、そういうお話があって、僕はその時は抵抗したんですね。今の子たちはお母さん探しの映画を見たいんでしょうかみたいな話をしたんですけど、山本さんはそのお母さん探しの映画ですって言ったら見に来ないかもしれないけど、見た時にその潜在的には見たいテーマのはずだっていう話のされ方で、なるほどとで、そうですね、もうお母さん探しが置かれた時点でロードムービー。このビジュアルになった理由とかも僕めっちゃ気になるんですよね。
特殊な髪色してるじゃないですか。めちゃめちゃすごいすんなり柊家に受け入れられるじゃないですか。あれめっちゃおもろかったんですよ。そうです。あれね、僕ねいいなと思ったんですよね。ご飯食べる前でよかったみたいな、なんかそこの疑いないんだみたいな、いろいろ突っ込むところあるんじゃないかなと思いながらっていう中でのそのキャラデザとかの含めて、このビジュアルってなんか監督どういうなんか思いというか、髪、本当にね、まさに角はもちろん鬼ではあると思うんですけど、はい、髪色とか、あとこれをなんて言ったらいいのか、これはまつげなのかアイラインみたいな、これの色とかがすごい特に印象的だなっていう。ネットフリックスにその時所属されていたソフィーさんという方にコンセプトデザインで入っていただいたんですけど、その方にもアイデアを出していただいて、でその時の名残というか、この髪の色とピンクのグラデーション、前髪の感じ、そうですよね、劇中でも言われますよね、はい、癖っ気というか猫系。そうですね、そのあたりは入ってますね。監督ご自身さっきインタビューでおっしゃられた、主人公柊にちょっと自分が重なる部分があるみたいな、ここのキャラクター造形みたいなところはどういう、それも監督主導でやられてたんですか？それはキャラクターデザインのデザインというか、見た目と相談しながら、プロットの段階だといろいろ思ってることがあるけど隠しちゃうっていうのを、そのデザインに落とし込むときに少しその陰キャみたいな見た目になりがちだったところを、見た目としては普通にの男の子にしたいっていう話をしていてですね、柊自体その自分の気持ちを隠しちゃってること自体に気づいていないというか、自分は普通にやれていると思うはずだと思っている子なので、あまり見た目は普通の子にしたいっていう、癖っ気とか僕の癖っ気とか拾っていただいてるかもしれない。そう元ネタ監督がそんなやり取りがあったような気もね。なんか前半特に冒頭柊が自分で優しさでこう、掃除手伝うよみたいなの言ったら、ありがとうっつって全任せだ。いや手伝うって言ってるだけなんだみたいな任せてって言ってないけど任されて、でも仕方ねえかみたいなので2人分のモップで掃除するみたいなとか、なんかあるよねあるよねこういうことみたいな優しさ、優しいだけで俺損してんじゃねえかなみたいなのをちょっと思い始める時期みたいなとか、そこのなんかそこは別に言語化してみんなが言うわけじゃないじゃないですか。でも見てる側が我慢しなくていいんだよみたいになって、我慢してるのも気づいてないみたいな感じなんですよね。やっぱりそうですね。今子たちそのネットを見てもこういう時はこうあるべきみたいな、マニュアルみたいなものは自然と入ってきてるのではないのかなっていうことが思いがあって、柊もそうだと思うんですよね。なんですけどそれって本当の自分の気持ちではないのかもしれない、曖昧になってるかもしれないんですけど、そこにその本編中で柊が気づいていくお話だったりします。そこをね、ある種こうきっかけみたいなところを作るのが、鬼の女の子だっていう途中ね、あなたを食べるために来たって突然言われて、あんまり驚かない柊っぽいなって思うんですよね。ちょっと仕方ねえかみたいなニュアンスがなんか含まれてるみたいな、じゃあ俺助けちゃったしなみたいな異世界っていうところはまた共通してる部分だなって思って、でも今回はある種こう地続きな世界っていう結構爽やかに言うじゃないですか。つむぎがこうなんか山の奥にあるよみたいなもう僕も見てる側からすると山の奥にあんのみたいな結構一山越えてきましたみたいなノリで言うところのリアリティみたいなところはちょっと異世界とはまた感覚は違えど今回も描かれるなっていうところはあったと思うんですけど、そこはなんかどういう描かれ方というか、企画段階とかも含めてなんかどういう設定みたいなとか決め方とか。
まあ、今回その気持ちを隠すと鬼になるみたいな、繊細なテーマを扱ってたりしていたので、あまり、現実感の薄いファンタジー世界にはしたくないっていうのがあったんですね。雪ってその世界を降り続くと白く隠してしまうみたいなビジュアルであったり、雪が降り出すと雪の神が来るかもしれないみたいな、日常の中であるかもしれないって感じていただけるところでつないでいきたいみたいな感じで作ってました。結構衝撃のビジュアルですもんね。夏に雪が突然降ってきて、したら長細い何かが襲いかかってくるっていう。そうです。長細いぞ何か。でも明らかにちょっと恐ろしい何かなんだろうなみたいな。あれはそのまだそのシナリオが決まってない段階でのデザインの発注させていただいて、柊みたいな人間隠し事すると高2が出てくる、ね、ポコンってね、ビジュアルとして出てくるんですけど、それを食べるし柊たちを追いかける何かを、デザインしておきましょうと。まあお面を扱うじゃないですか。想像でしかなかったんですけど、その時はそんなにその大ボスが出てくるような、それを倒すみたいな流れにはならないと思っていたので、いかにも悪者っていうビジュアルではなくて、その目は笑ってる目にして、あれも作り笑いのイメージなんですけど、その何を考えているかわからないものが襲ってくるみたいな、ちょっと現象に近い存在として、デザインしようというふうに進めてました。自分が特に気に入ってるシーン、ちょっとネタバレにならない部分でちょっとぜひお願いしたいなと思いつつなんですけど、中盤の喧嘩のシーン、セリフもものすごく練り込んですごく考えて、自分も何度か見ていてもグッとくるというか、いいシーンになったなと思ってます。ブランコを持ちながら喋るじゃないですか。あれめっちゃいいなと思って。あ、そうですか。だって見たことないですもん、アニメで。実写とかで、要は実写っぽい演出だなってめっちゃ思ったの。ああいう流れで、芝居をする中の流れでこうやって持ちながら、手が余っちゃうからやっぱり持っちゃったりとか、でポンってやって、でそこからこの会話のラリーにブランコがなっていくみたいなとかっていう、ブランコのラリーが会話になるのはなんかと思ったんですけど、最初持ちながら喋ってるすげえと思って、あそこの入りがすごいなんか不思議な、こうリアリまさにリアリティだなってちょっと急にぶっ込まれたリアリティですごい喧嘩してるわと思って、でもああいうその細かい演出ではあるじゃないですか。なんか持ちながらとか、あれは監督が決められることなんですか？忘れちゃいましたね。僕がやったのかな。ブランコ持ちながらの喧嘩すごく面白いなと思って、イメージ膨らませて楽しくコンテ書きましたね。前回主題歌がヨルシカさんで、今回ずっとマヨさんじゃないですか。やっぱりこの音楽ファンがそもそもやっぱり作品とのマッチングみたいな、前回めっちゃやっぱファンが僕の友達も言ってて、やっぱこの作品でこの主題歌ヨルシカの音楽を聴きに行けるみたいなとかで、今回もまさにじゃないですか。音楽が別に作品を殺すわけでもないし、このアーティストと一緒になんか作品作るっていう、今回特にずまやさん含めてなんかどういう穴があったんですか？話というか。前作の、漂流団地で、コロリトとはご一緒にさせていただいていて、今回もその企画会社さんツインエンジンから今回もずっとマヨさんで行きたいっていう話で、もうぜひという感じでお話しさせていただいて、本当に打ち合わせが楽しくてですね。いいな。何話すんですか、打ち合わせって。作品のことすごく組んでいただいて、さらにそこからお客さんがそれぞれに自分を重ねながら映画館を出ていただけるような楽曲になっていたので、本当にすごい
方だなと思って、いや本当に光栄でした。ずっとまゆさんチームがこうもう作品見られてて、もう打ち合わせに臨まれて、もうそこでいやみたいな。できてなかったですね。へえ。その打ち合わせした時は前半その2人が旅に出るところぐらいまでしかあ、すごいっすね。じゃあやっぱすごいっすね、それは。それはすごい。はい、その後も絵コンテだったり、はいはい、ラフな絵では見れるんですけど、はい、やっぱり、とはいえですか、とはいえですね。僕も未完成の試写とかで、はい、別の作品ですけど、コンテの状態で見たことある。なんかね、別物ではありますもんね。なんかこう、そうですよね、意図をね、汲み取れはしますけどね。見る人へ、そして見た人へみたいに、ちょっと作品監督からっていうちょっとメッセージというか、ここ見どころなんで見てください的なことでも全然。思いを隠すと鬼になるというその繊細なテーマを扱っていたりはするんですけど、そのひらりと紬が旅に出て、でいろんな場所に行っていろんな人と出会って、で、ロードムービーとしての面白さもありながら結構大胆に鬼の世界に行ったり、はい、それで、見どころも多いかと思います。ひらりと紬と一緒に冒険に出たつもりでその映画を楽しんでいただけたら嬉しいです。好きでも嫌いな天の弱、はい、5月24日、独占配信、そして日本劇場公開ですね。はい、劇場公開、改めておめでとうございますということで今回動画締めさせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ監督の、はい、本当に実際使われてるデスク。そうです。はい。これはコンセプトボードですね。紬がスノーボードに乗ってやってくるみたいな案もあって、今もアクティブですけど、はい、スポーツ的なアクティブさがめっちゃあったんですね。ほぼ自宅でのリモート作業で作り上げてまして、その時に必要になった本は全部自宅に持って残ってるやつだ。なるほどなるほど。ここにあるのもうでも好きな作品ってことですよね。作品と本ばかりです。デジタルと言いつつやっぱり紙はいっぱい使うんですよね。泣き猫の時はまだ半分ぐらい紙の原画が上がってきてたので、はい、これをどかして、この光らないですね。光りましたね。光ってでこうやって見て、そうですね、これずっと使ってんなみたいな、相棒みたいな。相棒、紙作業の時はこれが初めて見るものを人生で久々に出会うんですけど、これ何ですか？紙作業する時に持ちやすくてですね、で取りやすいんですよ。定規が、あれじゃあこれは関係ないんですか？これはこのコロコロはずらしながら平行な線が引けるっていう。じゃあこのコロコロの数値は関係ないですか？使ったことないです。あとはもうタルタロスの左手デバイスがないとちょっとショートカットでね。何の職業でも作業環境ほどおもろいもんないですから、これはでも監督的にはもう完成形なんですか？今回紙でチェックしてないので、そうですね、もう10日帯は使わなくなるかなと思います。するともうちょっとすっきりするかな。なるほど。